ニオンゲームスです。ラジオの編集版です。ご視聴ください。はい。ということで、早速参りましょう。僕らの最強ゲーム伝説、イエーイ、よろしくお願いします。始まりありがとうございます。パチパチパチ、全力拍手や。ということで、今日は RPG 論という RPG をテーマに、語っていこうと。RPG といえばね、今、オニオンゲームズさんが今、新作 RPG を手がけてらっしゃるということで、タイムリーなんじゃないかなということで、僕が RPG のお話ししたいです。RPG 論山久さんにね、この話をね、何ラジオやりますと相談したときにね、RPG 論がいいんじゃないですか。僕もね、あんまり深く考えずにね、RPG か、OKOK って言ったんだけど、言った後に、やべえ、俺今 RPG 作ろうとしてるじゃんと。そうなんですよ。俺 RPG 作ってる時に人様の RPG の話とかを論じたら、マジかっこ悪いじゃん。いや、そんなことないですって。まあでも、なんかこう、RPG 論っていうとなんか難しいんですけど、なんか例えばですけど、なんかゼルダの伝説あるじゃないですか。なんかあれを RPG とするかどうかみたいな話から入ってくるんですけど、あれはね、はい、RPG だと思いますよ。RPG の中に、でもなんか、好きな RPG 何って言って、ゼルダの伝説って言うと変な感じになりません？僕は RPG だと思うんですけど。なるほどね。RPG ってなんだって話ですね。そう、だからすごい広いんですよね、意味が RPG って。なんかみんなのイメージの中で語られすぎてる気がするんですよ。真面目な話していいですか？いいですよ。一回と言わず。ロールプレイングゲームって昔からあったんですよ。まあ、下手したら僕が中学生の時には、その RPG ってビデオゲームで遊べてないけど、テーブルトークの RPG は存在したし、ダンジョンズ&ドラゴンズっていうね。でもさ、今 RPG って言ってダンジョンズ&ドラゴンズのこと思わないさ、みんな。でもね、そうっすね。ほとんどその中に基本が入ってて、やっぱり、ファンタジーものの、その中世もので、なんだろう、敵がスライムが出てきたりとか、ゴブリンが出てきたりとかするっていう、そういうこう、もので、それの簡易版で一人で遊べるゲームブックみたいなのがあって、火吹山の魔法使いとか、そういうのがこう、流行って、で、それと同時に並行して、なんかパソコンゲームもどんどんRPG を作るようになったんだよね。ファミコンの前ね。で、その時にいろんななんだろう、ウルティマだ、ウィザードリーだ、無限の心臓だっていっぱい出てきて、でもね、その時はね、パソコンなんで、1万本とか売れると大ヒットの世界なんだけど、ファミコンになって、ファミコンの世界でね、ドラゴンクエスト1が出たんですよ。で、その時にみんなファミコンってもうアクションゲームばっかりなんで、ざわつくわけ。何このゲームはと。で、パソコンやってる人たちは、いやいや、それはちょっとファミコン用に簡易化したロールプレイングで大したことないよなんて言ってたんですよ、最初は。ウィザードリーとかウルティマやれよみたいな、ブラックオディキスやれよみたいなさ。コアゲーマーたちの遊びでしたからね。コアゲーマーっていうか、もうコアゲーマーっていうか、もうあの時パソコンやってた人って、もう、それ、ゲーム遊ぶ人ってパソコンでしか遊べなかったからね、当時。そうか、ファミコンとかないから。そう、ファルコムのザナドゥとかイースが大好きでみたいな、そういうとこだったのに、ドラクエ1が出て、で、ドラクエ2が出て、で、そうすると、すごくなっていくわけですよ。ファミコンだからとかじゃなくて、いや、ドラクエ2いいじゃんと。すげえ、ウルティマより遊びやすいじゃんみたいな感じになって、いつの間にか RPG はもう家庭用ゲーム機が普通になって、もうファミコンバザーみたいになり始めたんですよね。だから、すごいね、流れ的に言うとね、RPG っていうのはね、すごい根深くて、もう子供の頃からずっと隣にあったと思う、僕は。すっげえ真面目に喋った。RPG の簡易な歴史だったけど。でもやっぱりなんか、あれですね。想像してる、なんか僕はこれが RPG だなって思うっていうようなのが詰まってますね。いや、多分僕ら世代は世代はって分かんないですけど、やっぱドラクエから入った人は多分多いと思うんですよ、RPG を。だから多分、RPG に多分ドラクエを求めちゃってると思うんですよね、多分。ドラゴンクエストがだからすごかったのは、僕らからしてみると、ドラゴンクエスト1っていうのは、ウィザードリーとウルティマを合体させた感じなんですよ。やっぱりこう、バトルはウィザードリーで、なんていうのかな、歩いてるところはウルティマみたいな雰囲気だったんだけど、しかも、
敵の種類が1匹で自分も1人っていう、すごいシンプルな状態で、RPG を表現するところからファミコンでやってて、で、その時に、だからパソコンゲーム好きな人は、なんでそんなシンプルなのと。なんでそんな、パーティーとかないのとかって思ってたわけだけども、結果的に言うと、ドラクエってすごい上手いなと思ったのは、やっぱり1で1人だったのが、2で3人になってって、3人になった瞬間に、今度はすごいパーティー戦がすごいシンプルで分かりやすくて、遊んでる時に飲み込みやすい状態になってて、戦略的にもなってて、だからドラクエ1から2へのフィーリングもすごかったし、で、3になったらやっとウィザードリーみたいにメンバーを入れ替えたりとか、ルイナの酒場で入れ替えたりとかできたりな。その1、2、3で、それまでにあった全RPG の歴史を一気になんか学べちゃうような感じなんですよ、ドラクエって。それをやれば、過去はもうどうでもよくなるっていうか、そう。ああ、なるほど。それぐらいの要素が詰まってたのがドラクエ1、2。段階を踏んでこれまでの RPG を振り返ってくれたじゃないですけど、遊びやすく最初に導入から入って、これが RPG だよっていうのを3まででかけて教えてくれたみたいな感じなんですかね、ドラクエが。そうだから、3までに至るまでの間に、パソコンの RPG ファンも全員がもうドラクエに吸い込まれたと思います。僕の感想ですけど。そう言うとね、なんか怒る人いるんですよね。吸い込まれてねえわとかいう人いるんだけど、でもドラクエがそれで4出るんだね、その後にね。そうですね。その時にドラクエ4がすごいなと思ったのは、もう見たことがない形式だったのよね。だからオムニバスの。オムニバスだし、しかも1、2、3を遊んでなくても、一つのパッケージの中に1の意味と2の意味と3の意味が入ってて、しかも、なんだろう、戦闘が確か AI になったのが4からなんですよ。ガンガン行こうとか、で、ガンガン行こうと、作戦で決めて、しかも、全員が集まって馬車で旅をするようになるでしょ、ドラクエ4の最終章って。そうですね。確か。パーティー入れ替えて。そう。あの時に、全然ドラクエがもう3までで終わりだと思ったら、すごい進化して見たことないゲームが来た。いや、もう、ね、RPG の話すると、俺今、小学校から大人になるまで成長するところまでずっと思い出してたから、ちょっとなんか酔っ払ってきた。他人事のように過去の RPG を褒める分には何ぼでも褒めちゃいますよね。やっぱ RPG 良かったな、すごく良かった。いろいろ今喋ったのはメジャーなとこなんよね、全部。そうですね。僕でも知ってるぐらいのレベルの話でしたね、ほとんど。山久さんと僕でこの RPG 面白かった話をすればいいのかな。それでみんなにどの RPG 面白かったかをすればいいのかな。僕、ロマサガ3最高でしたよ。マジっすか。そっから来るんだ、木村さんに結構直で。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。